各量子化のスコアというのが記載されています。これが推奨されているモデルになっています。GPU 使用しているので、今5秒ぐらいで実行が完了しました。皆さんこんにちは。AI 部長ニットです。本日は Llama 2の動かし方について解説していこうと思います。先日、メタ社から Llama 2がリリースされて盛り上がっていましたけども、皆さん使ってみましたか？普段使いするかっていう風に言われると、個人的にはチャット GPT でいいかなっていう風に思ってるんですけども、チャット GPT の API を利用しようとすると、利用料金が発生するので、例えば仕事とかで言語モデルを使ったサービスを開発するってなったら、無料で使えるこの Llama 2を使うという選択肢も検討されるかなというふうに思います。で、そんな Llama 2なんですけども、自分のパソコンで使おうとすると、公式サイトから申請したりしないといけなくて、若干めんどくさかったりとか、そもそも一番小さいモデルでもパソコンのメモリが結構必要だったりするので、試そうにも試せないという人も結構いるんじゃないかなと思います。前回投稿した Llama 2の動画のコメント欄で視聴者さんからこんな感じで、Llama CPP というものがあると教えていただきました。ありがとうございます。で、この Llama CPP を使うと、すごく簡単に Llama のモデルを使うことができるようになりそうだったので、今回はこの Llama CPP について紹介していこうと思います。初めて聞いたっていう人にもわかるように説明しているので、ぜひ見ていってもらえればと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、最初に Llama CPP って何ってことなんですけども、簡単に説明すると、C 言語や C++ という高速で処理を行えるプログラミング言語を使って Llama 2を動作させることができるものになっています。あとは、精度をなるべく落とさないようにモデルのサイズを小さくすることができるので、パソコンのメモリがそこまでないという場合でも Llama 2を動かすことができるようになります。なので、この Llama CPP を使うと、モデルの軽量化と高速化ができるというイメージになります。ただ、私もなんですけども、C 言語とか C++ とかのプログラミング言語を書いたことないという人もいるかと思います。C 言語とかって、Python と比べると、プログラミングのコードが複雑なので、ちょっととっつきにくいですよね。で、そういう人も安心してほしいんですけども、こちらの Llama CPP Python というライブラリを使用することで、Python で Llama CPP を使用することができるようになります。こちらのライブラリは LangChain なども互換性があったりとか、OpenAI の API のように使えるので、結構サクッと使うことができます。はい、また、Llama CPP を使うには GGML 形式のファイルといって、モデルのパラメータを少ないビット数で表現して軽量化したモデルのファイルというのが必要になります。このパラメータを少ないビット数で表現するというのをよく量子化という風に言われてて、聞いたことある人もいるかもしれません。で、GGML 形式のファイルが何かっていうと、このパラメータを量子化したモデルのファイルになっています。で、Llama CPP の方で、このモデルを GGML 形式に変換することもできるんですけども、こちらのトム・ジョビンズさんという方が、Llama のモデルを GGML 形式に変換して、ハギングフェイスの方でアップロードしてくれています。なので、こちらをダウンロードすれば、自分で GGML 形式に変換する必要はありません。で、実際に Google コラボの方で、このファイルを取得して実行するということをやっていきたいと思います。それでは早速実装の方をやっていきましょう。はい、それでは早速やっていきたいんですけども、最初にまず、GGML 形式のファイルを取得する必要があります。で、こちらはですね、先ほど紹介した、トム・ジョビンズさんの、ハギングフェイスのページなんですけども、この方ですね、いろんなモデルが公開されたら、このすぐに GGML 形式に変換して、アップロードしてくれています。今回は、この Llama 2の 7B の、チャット GGML ですね。これですね。これをクリックします。はい、そうすると 7B のチャットの GGML 形式のところに飛びました。で、ここに、いろんなですね、モデルの詳細が記載されています。で、大事なのは、こちらの Provided Files というもので、7B のモデルでも、いろんなモデルがあります。で、これは、パラメータを量子化すると言ったんですけども、その量子化の仕方によって、いろんなファイルが、ありますと。で、量子化も、強めにやる、弱めにやるっていう表現が正しいかわからないんですけども、よりパラメータを荒くするといったことが、できます。で、その分回答の質が落ちるので、そこはトレードオフの関係なんですけども、自分のパソコンのスペックを考えて、どのモデルを使うかというのを選定する必要があります。で、この MaxRAM Required というのが、パソコンの CPU とか GPU の必要なメモリになっています。なので、まずどれを使えばいいかなっていうところで、このメモリがそもそも十分かってところで、モデルが絞られるかなと思います。
で、その後に、じゃあどれを使えばいいかというところなんですけども、はい、こちらの、Llama CPP の、GitHub のページのところでですね、各量子化の、スコアというのが、記載されています。で、これは、量子化のパターンごとに量子化する前と比較して、この PPL というスコアがどれぐらい上がったかというのが示されています。で、この PPL のスコアは低い方がいいので、この小さい値の方がモデルとしては良いというところで、ここにですね、レコメンディドというものがあって、これが推奨されているモデルになっています。で、今回 Google コラボを使っていくんですけども、10ギガ以上のメモリがあるので、この Q5 の KM というモデルを使っていきたいと思います。はい。では先ほどのページに戻って、この上の方に行くと、この Files and Versions というのがあるので、こちらを押します。で、こちらの Q5KM ですね。このモデルを使用してみたいと思います。はい。それでは早速 Google コラボの方でモデルを使っていくんですけども、最初にまず Hugging Face から先ほどのモデルをダウンロードします。で、ダウンロードの仕方としては、こんな感じのコードを実行すれば良いです。で、ここにモデルの指定がされていて、先ほど参照した Q5KM のバイナリーファイルを取得するようにしています。なので、モデルのサイズが違うものとか、違う量子化の仕方のモデルを使いたい場合は、こちらの Hugging Face のページに戻って、例えばこれだとしたら、これコピーしてですね、この最後のところですね、ここに貼り付ければ Q5 の0というモデルファイルをダウンロードすることができます。はい。で、今回は Q5 の KM をダウンロードしていきます。Shift Enter で実行します。はい。今ですね、ダウンロードが終わりました。1分半ぐらいかかったかなと思います。こちらのファイルを見てみると、こんな感じでモデルがダウンロードできているのがわかるかと思います。はい。こちらを閉じて、続きを実行していきます。はい。続いて、この pip インストールで、Llama CPP Python をインストールします。はい。続いて、Llama CPP をインポートします。で、先ほどダウンロードしたファイルを読み込みます。はい。これで今、モデルが読み込めてるので、プロンプトを入力すれば、モデルを使うことができるようになっています。で、Llama2 の、プロンプトの入力の仕方なんですけども、先ほどの、モデルカードのページのところに、書かれています。プロンプトテンプレートということで、これですね、Llama の学習方法に合わせた、プロンプトのようです。で、システムメッセージを、この sys の、中に入れると。で、インストというところで囲ってあげるのと、プロンプトはここに入れるというところがポイントかなというふうに思います。それに倣ってこんな感じでプロンプトを書いてみました。あなたは親切なアシスタントですと。で、ここにプロンプトが入ってくるという感じですね。今、こんにちはというふうに打ってみて、モデルに渡したいと思います。はい、そうするとですね、だいたい1分ちょっとですね、時間がかかって、文章が生成されました。これを出力すると、こんな感じですね。こんにちはと。バウズ、お辞儀で、お元気ですか ?How are you? というふうに返ってきてます。ちょっと英語なので、日本語で返してほしいところなんですけども、一応ですね、こんな感じでモデルを簡単に動かすことができるようになりました。ただ、出力に1分ちょっとかかってて遅すぎるので、GPU を使ったバージョンを試してみたいと思います。で、GPU を使うには、まずですね、Google コラボの設定を変える必要があります。じゃあ、ランタイムから、ランタイムのタイプを変更ですね。これを押して、ハードウェアアクセラレーターの GPU を押して OK をします。これで保存を押すと、今 GPU の方に切り替えられています。はい。で、GPU の方に切り替えられたんですけども、一回ですね、すべてのモデルとかが消えてしまうので、最初から実行する必要があります。で、こちらを実行していきます。はい。今ですね、ダウンロードが終わりました。なんか GPU だったらちょっと早かったんですけど、たまたまかなと思います。で、続いて、この Llama CPP Python をインストールするんですけども、コマンドとしてはですね、こんな感じになります。で、こちらを実行します。はい、今インストールができたので、こちらインポートしていきます。で、GPU を使うには、この Llama CPP で、モデルを読み込むときに、GPU レイヤーというものを指定する必要があります。これですね。これのちょっとソースを表示させてみましょう。そうすると、この Llama ですね。これの、NGPU レイヤーですね。この引数に、レイヤー数を与える必要があります。で、レイヤー数って何かっていうと、この 7B のモデルですね。トランスフォーマーというモデルが、内部で使われてるんですけども、そのトランスフォーマーの、レイヤー数になります。Llama の 7B のところですね。この下の方に見ていくと、7B のレイヤー数は、32というふうに書いてますね。なので、32個の、レイヤーがありますと。で、ここで先ほどの引数 NGPU のレイヤーズに、32というふうに与えて、モデルを読み込みます。はい、モデルが読み込めたので、こちらを実行します。
はい、そうすると、先ほどですね、1分17秒かかってたんですけども、GPU 使用してるので、今5秒ぐらいで、実行が完了しました。で、出力結果としても、先ほどと似たような感じで、こんにちはという風に返ってきてます。なので、GPU を使うと、結構実用的な速度で回答を生成してくれるかなという風に思います。ただちょっと、日本語で返してほしいなという風に思います。で、これは Llama CPP と関係ないんですけども、いろんな実験をした結果、このシステムメッセージ書いてもですね、なかなか日本語で返答してくれませんでした。で、このインストっていう後のところから、文章を生成させるようにできているので、ここにですね、下記はすべて日本語での返答になりますっていうプロンプトを付け加えて、これを実行すると、はい、こんな感じでですね、おはようございます。こんにちは。あなたは親切なアシスタントですということで、ちょっと返答の文章はおかしいんですけども、日本語を、割とですね、表示させてくれるようになりました。7B のモデルだったら、これくらいかなというところで、13B でも試してみたんですけども、こういう風に指定してあげると、日本語を表示してくれるようになりました。なんか日本語を表示させ方とかで、もっといい方法あるよって知ってる人がいたらですね、ぜひコメントの方で教えてもらえるとありがたいです。ここら辺はちょっとわかんないんですけども、自分で追加学習しなきゃちょっと難しいかなっていうふうに個人的には思ってます。はい、以上で本日の動画を終わりたいと思います。この動画が良かったなっていうふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。この拍手も746回されてるので、すごいですね。はい、いらないな、拍手の話は。で、一番大事なのは、この provided file で一番大事ではないか。